皆さんは英語と聞いてどのような英語を思い浮かべるでしょうか。アメリカ英語でしょうか、イギリス英語でしょうか、それともカナダ英語でしょうか。こちらをご覧ください。この円グラフは世界における英語の話し手の数をパーセンテージで表したものです。標準アメリカ英語の話者は全体の何パーセントいると思いますか。実は全体の 20% という数字が出ています。では標準英語の話し手は全体の何パーセントでしょうか。実は全体の 8% にしか過ぎないんです。では大半を占めているこの 68%、 この人たちはどのような英語を話していると思いますか。この人たちは English as a global language、 つまり特定の国籍を持たない地球語としての英語を話しているんです。グローバル化が進む現代社会において、英語は国際コミュニケーションのツールとして機能しています。その結果、世界中で多様な英語が話されているんです。そのために、異なる英語の話者同士で話す場合、コミュニケーションに支障が生じる場合があります。ここで問題になってくるのが、この intelligibility、つまり明瞭性ということになります。明瞭性を高め、国際コミュニケーションの場で通じる英語を話すにはどうすればいいのでしょうか。こちらの文をご覧ください。That という単語が5つあります。話す際にいくら単語の個々の発音に注意をしても意味を正確に伝えることはできません。I said that, 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 that man wrote, should, have been underlined。 この文章を英語らしく発音するためには、個々の単語の発音よりもまず強弱のリズムが大切なんです。灰色の部分を弱く、青色の部分を強く読んでみます。 I said that man wrote should have been underlined。 英語の場合、強く読む箇所と弱く読む箇所が規則的に繰り返され、その繰り返しが時間的に同じ間隔で行われているんです。この特徴をつかむことで、相手に伝わるように英語を話すことができる。英語のリズムを習得して、国際コミュニケーションとツールとしての英語をマスターしませんか。